Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。今日はパリのモンマルトルを散策しましょう。その前に動画の冒頭では今パリで開かれている真珠の展覧会に参りましょう。その後にモンマルトル散策、映画アメリーゆかりの場所も訪れたいと思います。もちろん美味しいものもたくさん登場します。どうぞリラックスしてお楽しみください。メトロリシュリュ・ドゥルオ駅で降りて地上に出ます。ブールバール・モンマルトルを東の方に歩いて行くと最初の目的地が見えてきます。レコル・デ・ザーラ・ジョイエ。これはパリを代表する宝飾メーカーの一つ、バンクリフ・アーペルが支援している宝石の学校といっても一般に広く門戸を開いた施設です。今ここでパリキャピタル・ドゥ・ラ・ペール、真珠の都という展覧会が開かれています。この建物、最初の住人となった伯爵の名前にちなんでオテル・ドゥ・メルシー・アルジャントと呼ばれています。メルシー伯爵と聞いてピンとくる方もいらっしゃるかもしれません。18世紀後半にフランス駐在のオーストリア大使だった人物で、マリー・アントワネットの信頼の厚い人物でした。展覧会は真珠を実際に手に取ってみるところから始まります。ジョルジュ・ビゼのオペラ「真珠鳥」の中の有名なメロディーがかすかに聞こえています。ところでパリが真珠の都と聞いてもあまりピンとこないかもしれません。私たち日本人にとっては日本の方がむしろ真珠と関わりが深いように思えますものね。けれども養殖真珠が普及する前、19世紀後半から20世紀前半にかけてアラブ・ペルシャ湾で採取された真珠の多くがパリに運ばれていたんだそうです。この作品、私は以前も一度見たことがあるような気がします。とても印象的なアール・ヌーボー時代の作品ですね。これなどはバロック真珠を袋の形に見立てています。これはルネ・ラリックの作品。こちらはジョルジュ・フケ。アイリスが淡水パールで表現されています。真珠というのはパリのベルエポックの時代、社交界を象徴するジュエリーだったことが壁に掲げられた絵の数々から伝わってきます。あまりにも人気になったために真珠の価格が高騰していたことにまつわる逸話があります。
1917年、パリの宝石商ピエール・カルティエがニューヨーク5番街にある邸宅を手に入れる見返りとして、真珠65個と75個をそれぞれ連ねた2連のネックレスを差し出したのだそうです。この作品、素晴らしいですよね。天然真珠がびっしりと敷き詰めてあります。これいかにもパリのベルエポックの風景を想像させるようなイブニングバッグです。今回の展覧会で私が最も印象的と思ったのがこちらの作品です。皇帝のプレゼントという名前のついたネックレス。天然真珠とルビー、ダイヤモンド。ルビーをセッティングしている金具が表からは一切見えていません。これはバンクリーフ・アーペルならではの技術のミステリーセットによるもの。ルビーと真珠の贅沢な共演が見事です。私はこれも好きですね。真珠の多彩な魅力がこのシャープなフォルムに凝縮されていると思います。この展覧会は2025年6月1日まで行われています。ウェブサイトから日時を予約するシステムで、なんと入場無料です。チャンスがある方はぜひ訪れてみてください。ところ変わってモンマルトルの丘。私が再訪したいと思っているレストランがこの界隈にあります。このレストランです。お店の名前はラルマナック・モンマルトルと言います。以前一度ディナーにご案内いただいたんですが、こちらのランチもぜひ体験したいと私は思っていました。そこで今日は一人ランチをしようと思います。キッチンの中で腕を振るっているのがオーナーシェフのレオ・ジオージスさんです。本日のランチコースのアントレの一品、トウモロコシのブルテです。パッと花が開いたような元気をもらえそうな色ですよね。お味はと言いますと、甘みと酸味のバランスがとてもいい感じ。シェフにおすすめいただいたメインディッシュ、チキンフライです。想像していた以上にボリュームたっぷりです。付け合わせがまた興味深い。プランテンバナナって皆さんご存知でしたか？私は初めていただきます。チキンはとってもふっくらしています。
シェフのレオさん。パリの名店はもちろんのこと、とても注目されているアフリカ人シェフらとも一緒に仕事をしたことのある経歴の持ち主。そんなわけで食材の選び方、組み合わせがとっても面白いですよね。動画の締めくくりにこちらでのディナーをご紹介しますので、ぜひそれもご覧になってみてください。それにしてもお昼からよく食べますねと視聴者の方からの声が聞こえてきそうな気がします。はい、我ながら私は食いしん坊だと思います。木漏れ日があまりにも美しいので、私は食後の散歩としてモンマルトルを気ままに歩いてみることにしました。犬の散歩をしている人が多いですよね。この辺りの住人の方でしょう。とてものどかな感じがします。モンマルトルは角々にカフェがあって、それぞれの個性が街の彩りになっています。そして至るところに階段があります。八百屋さんの店先もずいぶんカラフルになってきました。少し歩くとここにも八百屋さん。ここでは絞りたてのオレンジジュースを売っていました。ここにも階段。この階段を上りましょう。足元の石のすり減り具合、わかりますか？どれほど多くの人がここを上り下りしたんでしょうね。このチャンネルでは以前にもモンマルトルの動画をご紹介しています。それに対して視聴者の方からコメントを様々いただいていました。ありがとうございます。その中の一つに、次はぜひ映画アメリゆかりの場所をたどってみてはいかがですかというものがありました。とてもいいアイディアだと思いました。その映画はパリ、特にモンマルトルが舞台になっているフランス映画で2001年に公開されました。おそらくご覧になった方も多いのではないでしょうか。その中でアメリーが目の不自由な男性の腕を取って案内しているシーンがあるんですが、彼女がその男性と別れたのがこのメトロの入り口でしたね。ラマルク・コランクールの駅の入り口です。確かにモンマルトルというのはパリの中でもちょっと独特の雰囲気を持つところ、絵になる場所がたくさんあります。またモンマルトルといえばゴッホやピカソなどの名前も浮かびますよね。外国からフランスにやってきて、ここで芸術的才能を花開かせたアーティストたちゆかりの地でもあります。それにしても木漏れ日が本当に綺麗です。緑がもっと色濃くなると、この木漏れ日の感じはきっと変わってくる。今だけのこの柔らかな緑が本当に美しいなと思います。
石畳の路地に一戸建てが並んでいます。パリには珍しい風景。そしてこの角のカフェがなかなか魅力的。今私はお腹いっぱいなのでここには入りませんけれども、いつかきっと訪れたいなと思わせる魅力があります。このお宅ではもう藤の花が咲き始めています。ここでは八重桜がまさに花盛り。思いがけずしばしのお花見です。そうそう、ここにはゴッホの作品に描かれた風車があるんですよね。ここからルピック通りを歩いて行きましょう。この通りは U 字型をしていて、しかも結構傾斜があります。これ何でしょう。自由に持って行ってくださいってことなんでしょうか。ルピック通りの54番地。この建物のアパルトマンにゴッホ兄弟は暮らしていたんですよね。それを物語るプレートが建物の正面に掲げられています。フランスでいう4階、日本でいう5階に彼らは住んでいたようです。そこからの風景もゴッホは作品に残しています。それからもう100年以上時が経っていますが、同じ建物がそのまま存在しているというのがパリのいいところですね。こんな風景もあるんですね。この辺りは建物の壁が現在のアーティストたちのフィールドになっているようです。なかなか雰囲気のある店構え。そのお隣のこれはタルト屋さんなんですかね。すごく魅力的じゃないですか。そうそう、このピエロのオブジェは映画アメリにも登場したような気がします。そしてその向かい側にまさに映画アメリに登場したカフェがあるんです。アメリのポスターが迎えてくれます。お店の奥には映画のさまざまなシーンを連想させるオブジェが飾られていました。何を隠そう、私はこのカフェを初めて訪れました。映画が公開された当時、私はもうすでにパリに住み始めていました。当時とても仲良くしていたクリスティーヌ、現在はベルリンに住んでいるドイツ人の友人と一緒にパリ20区の映画館でアメリを見た記憶があります。
今日私がここでオーダーしたのはキール。それこそ私がパリに住み始めた頃、アペリティフといえばキールがとても一般的だったような気がします。白ワインにカシスシロップをミックスした甘いお酒。ところでこのカフェで働いているギャルソンさんたち、そして周りのお客さんたち、もしかして彼らはこの映画が公開された後に生まれてるんじゃないかしら。私の隣の席には若い女性、ティーンエイジャーくらいかなと思われるトゥーリストの女性が2人座りました。彼女たちはクレームブリュレと赤いフルーツのタルトを一つずつ注文して、とっても嬉しそうに一さじ一さじ夢見心地という表情で味わっていました。彼女たちの反応が純粋で本当に嬉しそうなので、私の方まで嬉しくなりました。桜クール寺院の方へ向かって丘を登ってきました。午後の光に照らされたサクレクール、美しいですね。教会の前の階段が野外コンサートの会場のようになっています。階段に座ってパリを見ながらミュージシャンに拍手を送る、なかなかいい時間ですね。このパリを見下ろす風景も映画アメリに登場しましたね。ちょっと時代がかったメリーゴーランド、ピッカピカすぎないところがモンマルトルらしいのかもしれません。さて、ここからは先ほど私が一人ランチを楽しんだラルマナック・モンマルトル、このレストランでの以前のディナーの時の様子をお届けします。その日はフランスと日本で長年活躍されている料理研究家の日本人女性マコさんと一緒に体験しました。オーナーシェフのレオさん、ディナーではコックコートに身を包んでいらっしゃいます。レオさんがこの念願のレストランをオープンさせたのは2024年6月と伺いました。店内の内装はアールデコの時代を思わせるような雰囲気。あらゆるディテールに彼の思い出が込められているようです。そしてまた彼はこの場所をアーティストたちの発表の場にもしてほしいと語っています。さて、お楽しみのお料理。ディナーはアラカルトでいただきます。まずこちらはフヌイブレゼ、ウイキョウの料理です。低温で調理してあって、グランマニエが隠し味になったソースでいただきます。もう一つのアントレはタルトレット・フォレスティエール、
オニオンのコンフィ、シャンピニオン、それからサヴォワ地方のチーズロブロッションもこの充実した味のポイントになっています。まったりと濃厚な感じの味わいとサクサク感、画面から伝わるでしょうか。そして次はメインディッシュです。まずはこちら、ソーモンアラポワール。お魚の皮がクリスティオンとマコさん。私たち日本人にとって魚の焼き具合ってとっても大事ですよね。皮の部分まで美味しくいただけるというのはとっても評価の高いポイントだと思います。サーモンに洋梨、しかもお味噌が隠し味になっているらしいんですが、この組み合わせすごく新鮮でしょ。そこにイタリア料理のお米のコロッケアランチーニも添えてあって、ソースにはレモンも効かせてあるんです。食材の取り合わせが斬新ですよね。こちらはマグレ・ド・キャナーロッシーニ、鴨肉とフォアグラ。付け合わせは西洋ごぼうとさまざまな種類の人参です。そこにマルメロのチャツネが添えてあります。どうです、この焼き加減。美味しそうでしょう。とってもリッチなお料理で赤ワインが進みました。この日のデザートの一つ、タルトレットショコラフォンドン。チョコレートの風味に加えてしっかりと塩気が感じられました。しかもこのホワイトチョコレートのムースには白トリュフオイルが使われているんだそうです。お料理の延長のようなデザートだと思いました。そしてこちらはクレームブリュレ。見た目はとってもシンプルでしょ。でもひとひねりしてあります。ラプサンというお茶をアンフューゼしたクリームで作られているんです。シェフのレオさん、常に探求心を持って創意工夫を重ねているところが素晴らしいなと思いました。オープンして数ヶ月というレストランですが、すでに地元の食通の常連客もいらっしゃるようです。こういうレストランがご近所にあったらさぞかし幸せでしょうね。羨ましいです。さて、最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入られたらいいねとコメントもお寄せくださいませ。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もしていただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。